影響力の武器、6つの心理テクニック。人の心を動かす最強のテクニック。私たちは、日常生活やビジネス、恋愛において、知らず知らずのうちに他人から影響を受けています。その心理的な仕組みを明確に解き明かした本が、影響力の武器です。社会心理学者のロバート・B・チャルディーニが表したこの名著は、営業や交渉、勧誘において人の心を動かす6つの原理をシンプルに解説しています。しかし、これらのテクニックがビジネスで役立つ一方で、悪用されるケースも少なくありません。人間の心理と行動を6つの武器を通して解説しています。これらの心理学的要素は、ビジネス、恋愛、宗教など様々なシーンで活用されていますが、悪用される危険性も強調されています。6つの武器のポイントは、以下の通りです。偏方性の原理、恩返しの力。何かをしてもらったら返したくなる心理を利用したテクニック。一貫性の原理、引き返せない心理。行動や宣言を公表すると、途中で変えられなくなる心理。社会的証明、みんながしているから安心。周囲の人の行動に合わせる心理を利用する方法。行為の原理、好きな人の意見は受け入れやすい。似ている褒める魅力的な人の効果が大きい。権威の原理、肩書き、服装の影響。権威を持った人を医師、教授、専門家や服装、制服、スーツに信頼感を抱く心理。希少性の原理、少ないものは価値がある。数量限定期間限定による焦りや価値の誤認。影響力の武器、6つの心理テクニック。人間の行動や判断には、無意識に働く心理的なメカニズムが存在します。それが影響力の武器と呼ばれる6つのテクニックです。この動画では、その6つの武器をわかりやすく解説し、人間の本能と自動行動の恐ろしさについてお話しします。偏方性の原理、恩返しの力とは。偏方性の原理は、心理学者ロバート・B・チャルディーニが提唱した影響力の武器の一つで、人は他人から何かをしてもらうと、お返しをしなければならないと感じる心理を指します。例えば、レストランで無料のサービス、おしぼりや試食を受けた後、つい商品やサービスを購入してしまった経験はありませんか？それが偏方性の原理の働きです。具体例。贈り物や無料サンプル。無料で何かを提供されると、多くの人は何かを返ししなければ、と感じ、購入や契約につながる行動を取りやすくなります。例。スーパーの試食コーナー商品購入。営業マンから無料資料やプレゼント契約検討。お世話や恩義。誰かに親切にされたり、助けてもらったりすると、その恩を返さなければならないという強い義務感が生まれます。例。誰かがあなたを助けてくれた後日、その人のお願いを聞く。悪用されるケース。偏方性の原理は、ビジネスや営業の場面で巧みに利用される一方、悪用されることもあります。過剰な贈り物やサービスで相手を縛る。一見無料と見せかけて後から請求する。対策。受け取る返さなければならないという固定観念にとらわれず、冷静に状況を判断することが大切です。必要ない場合は、丁寧に断る勇気を持ちましょう。偏方性の原理は、人間の心理に深く根付いているため、日常のあらゆるシーンで自然に働いています。恩返しは素晴らしい文化ですが、その心理を利用されていないか、賢く見極めることが重要です。一貫性の原理、引き返せない心理。一貫性の原理とは、ロバート・B・チャルディーニが提唱した影響力の武器の一つであり、人は自分の言動や立場を一貫させようとする心理的な傾向のことです。一度行動を起こしたり、何かを公言したりすると、その姿勢を貫かなければならないと感じ、引き返せなくなってしまうのです。一貫性が生まれる3つの条件。一度行動を起こすと、次もその行動を取ろうとする。公表、自分の意見や行動を他人に公表することで、一貫性を保とうとする。苦労、何かに労力を費やした場合、それを正当化するために続ける傾向がある。具体例。商品やサービスの購入。例、営業マンに一度、
試してみませんかと言われ、軽い気持ちで試した後、せっかくだから買おうかな、と感じる。これは最初の行動を一貫させようとする心理です。公言することで引き返せない。例、ダイエットや目標達成を周りに宣言した場合、途中で諦めると一貫性がないと思われるため、やり続ける努力をしてしまう。労力を費やすことの正当化。例、苦労して手に入れた商品やサービスをこれは良いものだと思い込むことで、購入の判断を正当化しようとする。悪用されるケース。一貫性の原理は、営業やマーケティングでよく利用されます。小さな依頼から始める。最初は簡単な行動、アンケート記入、無料体験などを求め、次に大きな行動、商品購入、契約へと導く手法です。例、無料セミナー、高額な有料講座の勧誘。引き返しにくい仕組み。一度始めたサービスや契約を解約しづらくする仕組みです。例、お試し期間自動更新。対策。冷静な判断を心がける。初めの一歩が軽い行動でも、その後の決断が大きくなることを理解しておきましょう。公表のリスクを知る。目標を宣言することで引き返せなくなる心理が働くため、適切に使い分けることが大切です。労力や損失の正当化に注意。ここまでやったのだからと思い込みすぎず、本当に必要かを自問する習慣をつけましょう。一貫性の原理は、人が合理的でありたいという願望から生まれる心理です。これを理解し適切に活用すれば、目標達成に役立ちますが、悪用されるケースも多いため注意が必要です。社会的証明、みんながしているから安心。社会的証明とは、ロバート、B、チャルディーニの影響力の武器の一つで、人は周囲の行動や選択を基準にして自分の判断を決定する心理のことです。特に、不確実な状況においては他人の行動が正しいと無意識に考え、安心感を得ようとします。社会的証明が影響を与える2つの条件。不確実な状況。何を選んでよいかわからない、判断基準がない場合。類似性。自分と似た立場や状況の人が選んだものを信頼しやすい。具体例。商品レビューや口コミ。例、この商品は1万人が購入や高評価 4.8 と書かれている商品を選びやすい。みんなが選んでいる良い商品だと感じる心理です。行列の心理。例、レストランの前に行列ができていると、人気店だと感じて並んでしまう。他人の行動が判断材料になっています。テレビや SNS でのバズり現象。例、TikTok やインスタでバズっているアイテムは、流行に乗り遅れたくない心理から購入する人が増えます。緊急時の行動。例、火災時に他人が逃げる方向についていく。自分で判断ができないとき、周囲の行動に従って安心感を得るのです。社会的証明の活用例。マーケティング。例、万人が使用中や今、話題の商品とアピールすることで消費者の不安を取り除きます。例、YouTube 広告で大人げ商品と宣伝し、購買意欲を高める。オンラインショップ。商品ページに今、この商品が売れています。と表示することで、他の購入者の行動を見せる。SNS やインフルエンサーの活用。有名人や影響力のある人が商品を使うことで、多くの人がそれに倣う心理を利用します。悪用されるケース。偽のレビューやステマ。企業が偽の高評価レビューを投稿し、人気商品に見せかける手法です。注意、レビューや情報の信頼性をしっかり確認することが重要です。集団行動の危険性。何も考えずに周囲に従うことで、誤った判断をすることがあります。例、デマ情報の拡散、パニック行動。対策。情報を鵜呑みにしない。口コミやレビューが本当に信頼できるものかを見極めましょう。自分の判断軸を持つ。他人の行動に流されず、自分にとって本当に必要かどうかを考える習慣をつける。類似性の罠に注意。自分と似た人の選択が必ずしも正しいわけではないことを理解する。社会的証明は、私たちが無意識に他人の行動を正しい判断基準として頼る心理です。
マーケティングや日常生活で広く利用されていますが、正しく活用しなければ流されやすくなります。行為の原理、好きな人の意見は受け入れやすい。行為の原理とは、私たちは好意を抱いている人や物の意見、提案を受け入れやすいという心理的傾向を指します。単に好きという感情だけでなく、親しみやすさや共感といった要素も関わり、強い影響力を発揮します。好意が生まれる5つの要素。身体的魅力。見た目が魅力的な人に対して、自然と好意を抱く心理です。例、広告や SNS で美しいモデルやタレントが商品を宣伝すると、自然とその商品への好感度が上がる。類似性。自分と似ている人に親近感を抱く傾向があります。例、出身地が同じ趣味が同じ考え方が似ていると感じると、相手に対する好意が高まる。称賛。褒められることで好意を感じ、相手を受け入れやすくなる心理です。例、営業マンがおしゃれですね、素敵なご自宅ですねと顧客を褒めると、相手は気を良くして提案に耳を傾けやすくなる。接触頻度。繰り返し接することで、自然と好意が生まれやすくなります。単純接触効果。例、毎日顔を合わせる同僚や、繰り返し広告で目にするブランドに対して安心感や親しみを覚える。運命や共通体験。特別な体験や偶然の一致が好意を高める要因になります。例、偶然同じタイミングで旅行に行った同じイベントに参加していたなどの共通体験は、相手との絆を強めます。好意の原理の具体例。マーケティングにおける活用。有名なインフルエンサーやタレントが商品を宣伝すると、視聴者はその商品に対して自然と好意を持ちやすくなります。例、00さんが愛用するコスメ、ファン層に直接訴求。ビジネスや営業。営業マンが顧客との共通点を見つけて会話を広げることで信頼関係を築き、提案を受け入れてもらいやすくします。例、私もサッカーが好きです。共通の趣味から好意を引き出す。人間関係。褒めることや共通点を話題にすることで、人間関係の距離が縮まります。例、面接や会話であなたの考え方に共感しますと伝えることで、相手との関係が良好になる。SNS やコンテンツ。発信者がフォロワーと頻繁に交流したり、親しみやすい内容を投稿することで好意が生まれ、ファンが増える。例、インフルエンサーが日常の素顔を見せることで親近感が湧き、信頼を得る。悪用されるケース。外見だけで判断する危険性。見た目や魅力だけで人を判断すると、誤った選択をする可能性があります。例、詐欺師が見た目を取り繕い、信頼を得るケース。お世辞や過剰な称賛。相手を褒めることで信用させ、不要な商品を売りつける手法です。例、あなたにだけ特別に、と褒めて相手を安心させる。対策。冷静な判断を意識する。行為が判断に影響していないかを意識し、一歩引いて考える習慣を持つ。根拠を確認する。相手の提案が合理的かどうかを冷静に見極める。単純接触効果の罠に注意。繰り返し見かけるだけで好意を感じる場合があるため、内容や質を重視する。行為の原理は、相手への好感や親近感が判断に大きな影響を与える心理です。マーケティングや営業、人間関係において強力な効果を発揮しますが、過度な称賛や外見に流されない冷静さが必要です。権威の原理、肩書き、服装の影響。権威の原理とは、人は肩書き、見た目、専門性のあるものに従いやすい心理を指します。私たちは意識のうちに権威を持つ人は信頼できると感じ、その意見や指示を受け入れてしまう傾向があります。権威の影響力を生み出す3つの要素。肩書き。高い社会的地位や専門性を示す肩書きには強い影響力があります。例、医師、弁護士、教授、CEO、専門家などの肩書きを持つ人が語る内容は無条件に正しいと思い込みやすい。服装。権威を象徴する服装、制服やスーツはその人の信頼性や専門性を強調します。例、警察官の制服、医師の白衣、ビジネススーツを着た営業マンなどは、相手に信頼できると感じさせる効果があります。
所有物、道具。権威を象徴する高級車や高級腕時計、専門的な道具も影響力を高める要因になります。例、高級車に乗っている人や高級時計を身につけている人は、無意識に成功者だと感じてしまう。権威の原理の具体例。医療分野での権威。例、白衣を着た医師が勧める薬や健康法は、専門家の意見だからと信頼しやすい。注意点、肩書きだけで判断し、内容の根拠を確認しないと誤った医療情報に流されることもある。ビジネスシーンでの活用。企業の役員や専門家の発言は、社員や顧客に強い影響力を持つ。例、CEO が直接勧める商品有名経営コンサルタントが提案する戦略などは、説得力が増す。広告、マーケティング。有名な専門家や権威ある機関の推薦があると、商品やサービスへの信頼性が高まる。例、レイレイ大学の教授が推奨レイレイ協会認定の商品。日常生活における権威。スーツを着た営業マンや制服を着た警備員などは、信頼できる人だと無意識に判断しやすい。例、営業マンが高級な腕時計を身につけていると、成功者という印象を与える。権威の原理の悪用例。詐欺や偽の専門家。偽の肩書きや服装を使い、人を騙す手口が存在します。例、医師と名乗る詐欺師が効果のない健康商品を売りつける。高級品や見た目に惑わされる。権威を象徴する所有物、高級車や腕時計に惑わされ、相手の本質を見誤るケースです。例、投資詐欺師が高級車に乗っている成功者と見せかけて信頼を得る。対策、権威に流されないために。肩書きや見た目の裏にある中身を確認する。権威の象徴に惑わされず、発言や提案の内容が合理的かどうかを判断する。根拠や証拠を求める。専門家だから正しいと思い込まず、その主張の根拠を確かめる習慣をつける。自分自身の判断基準を持つ。情報や提案に対して、冷静に考え、自分の意見を持つことが大切です。権威の原理は、肩書き、服装、所有物などを通じて信頼できると感じさせ、強力な影響力を持つ心理効果です。ビジネスやマーケティングでは有効に活用されますが、誤った権威や偽の肩書きに流されない冷静な判断が求められます。希少性の原理、少ないものは価値がある。希少性の原理とは、数が限られているもの手に入りにくいものに対して、人は無意識に価値を感じ、欲しくなってしまう心理のことを指します。これは機会を逃したくないという心理、FOMO、Fear of Missing Out にも通じ、購買行動や意思決定に強い影響を与えます。希少性の影響力を生む3つの要素。数量の限定。数が少ないものはすぐになくなるかもしれないと感じ、競争心や緊急性を生みます。例、限定100個在庫わずか先着順の特典。期間の限定。時間の制約が加わることで、今すぐ決断しなければならないという焦りが生まれます。例、期間限定セール今日だけの特別価格締め切り間近。最新の希少品。新しく登場した製品やサービス、入手困難なアイテムは、その珍しさから価値が高く感じられます。例、新発売日本未発売の製品入手困難な人気アイテム。希少性の原理の具体例。マーケティング、販売戦略。希少性を前面に出した広告やキャンペーンが多く見られます。例、今なら10名様限定。あと3日で終了。残り1席です。数量や時間を制限することで、消費者の購入意欲を高めます。競争心理を煽る手法。希少性が高いと感じると、他人と競争してでも手に入れたくなる心理が働きます。例、限定イベントのチケット販売時、購入サイトに現在00人が閲覧中と表示する手法。高級品やブランド戦略。高級ブランドは、あえて生産量を抑えたり、期間限定のモデルを発表することで、希少性を生み出しています。例、高級車の限定モデル、高級時計の世界で00本のみ生産。SNS 時代の希少性。SNS の普及により、手に入りにくい商品や期間限定情報が拡散されやすくなり、さらなる需要が生まれます。
例、日本限定発売のアイテム人気インフルエンサーが手に入れた話題の商品。希少性の原理の悪用例。偽の希少性を演出。実際には十分な在庫があるにもかかわらず、残りわずかと表示して焦らせる手法があります。例、EC サイトの在庫表示の操作や、架空の限定特典。焦りによる誤った判断。希少性に焦ってしまい、不要なものまで購入してしまうことがあります。例、期間限定セールで今しかないと思い込んで衝動買いする。希少性に惑わされないための対策。冷静に考える時間を持つ。希少性を感じた時こそ、一度冷静になり、本当に必要かどうかを考える。希少価値と考えない。数が少ないことや期間が限定されていることが、必ずしも自分にとって価値があるわけではないと意識する。具体的な情報を確認する。限定と言われても、その根拠や信頼性を確認するようにする。希少性の原理は、少ないものや期間が限られたものに対して価値を感じてしまう心理です。マーケティングや販売戦略で頻繁に使われる手法ですが、その影響力に流されず、自分自身の判断で本当に必要なものを選ぶことが大切です。あなたは最近、希少性に惹かれて購入したものはありますか？他に詳しく知りたい点があればお知らせください。影響力の武器と心理的原理。人が意思決定をする際に影響を受けやすい心理的原理には、以下の6つがあります。これらは営業、販売、恋愛など、様々な場面で応用されています。1、偏方性の原理、恩返しの力。何かを受け取ったら返したくなるという心理です。贈り物や親切を受けると、義務感から相手に恩返しをしようと行動してしまいます。2、一貫性の原理、引き返せない心理。一度決めた行動や言葉に対して一貫した態度を取りたくなる心理です。公言や努力の積み重ねによって引き返せなくなり、選択を続けてしまうことがあります。3、社会的証明。みんながしているから安心。他の人がやっていることは正しいと感じる心理です。多数派の行動や意見を見て安心し、同じ行動をとる傾向があります。4、好意の原理。好きな人の意見は受け入れやすい。好きな人や信頼する人の意見や提案は受け入れやすい心理です。身体的魅力、類似性、頻繁な接触などが好意を生む要因です。5、権威の原理、肩書き、服装の影響。専門家肩書きのある人権威の象徴を持つ人物や物事の意見を信じやすくなる心理です。肩書き、服装、高級品が影響力を生む要素となります。6、希少性の原理。少ないものは価値がある。手に入りにくいもの限定されたものに価値を感じてしまう心理です。数量や期間の制限、競争心理が購買意欲を高めます。これらの心理的原理は非常に強力で、私たちの意思決定や行動に無意識のうちに影響を与えています。特にビジネスやマーケティングにおいては巧みに利用され、消費者に対する説得力を高めるために使われます。しかし、これらの影響力は時に悪用されることもあります。過剰な偏方性の誘発や偽の希少性、権威の乱用などには注意が必要です。賢く影響力に対処するために、冷静な判断を心がける。情報の真偽を確認する。自分の本当のニーズを見極める。これらを意識することで、心理的な罠に流されず、自分にとって本当に必要な選択ができるようになります。日常生活や仕事で影響力の原理を理解し、上手に活用しながらも、賢く対処していきましょう。